もう人間で水なかったらもう終わりですから。でですよ、次はギアについてなんですけど、ギアがこれまた難しいんですよね。で、僕結構ね、途中でギアについては、やっぱしUL を求めてしまうんですよ。で、多分、登山家の人とかは、UL みたいな感じで思うかもわかんないですが、あんまり良くない、まあ、テントもツエルトなんでね、ツエルトテントなんで、良くないって思うかもしれませんけど、それはね、多分ね、体に恵まれてるからと思うんですよ。どうしてもやっぱしね、特にまあ、体の小さい方とかやったら分かってもらえると思うんですけど、やっぱし重たさって重いんですよ。重たさって重いってどういうことやね。やっぱしね、求めてしまうんですよ、UL 系を。どうしても軽くなってしまうんで、で、まあ、UL のギア、ウルトラライトなギアは基本的にめちゃくちゃ軽くはなるけど、機能的に、まあ、低下したりとかしてしまうんですね。でもね、それも分かってるんですけど、どうしてもそうなってしまうんですよ。で、今回、前が、だから、兜山で、登山練習した時は、バックパックが17キロだったんですね。で、今回、僕は八甲ヶ岳行ったんが13キロなんですよ。で、だいぶ、UL に成功してるんですね。その代わり、だから、そのテントとかも、そんな、分かってますよ、そのダブルボールがいいとか。でも、やっぱり重たいんですよね。疲れるし、13キロでも遅れてますからね。予定よりも。だから、そんな感じで、なかなか難しいんですね、その掛け合いっていうのが。UL を選ぶべきか、その機能を選ぶべきかっていうのが。これはほんまに聞いてほしいですね。だから、どうしても体が小さい、僕みたいに体が小さい人とかは、UL を求めてしまうんで、その代わり機能が低くなったりとかするんで、なかなかそれだけはちょっと理解してほしいなとは思いますけどね。で、今回、八甲ヶ岳でもうボロボロになりました、正直。とりあえず、ポールが、もう曲がってたりとか、で、ポールにつけるバゲットか、バゲットがあるんですけど、もうほぼほぼなかったりとか、欠けてたりとか、すごかったですよ、ほんまに。動画あったと思うけど。あ、まず、これを見てもらおうか。これやな。これが行くときに、で、まだこれ食事買ってないですからね。途中でローソン行ったんで、プル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 。これ一応10.8、まあ大体11キロなんですけど、これ11キロでウエストボース。これが1キロなんですよ。だからちょうど12キロで、プラス、食事で大体13キロなんですよ。そんな感じなんですよ。これがまあウルトラライトのポールなんですよ。トレッキングポールで。もう重くそ曲がってるんで。まあ弱い言っちゃ弱いねんけどね。そうなんですよ。これをね、レインスカートって言って下に巻いてたんですけど、もう疲れてもうて、ガーガー、なんかついて、んで、アイゼンでもうビリビリやもん。いや、もう最悪ですよ、ほんまに。ギアがね、もうボロボロで、また、いろいろ修理していかんといけないんですけど、
で、バゲットも買って、あと、レインスカートも買い替えました。一応、レインスカートあんなボロボロで、また使うんかってなるけど、あれ結構良かったんですよ。風よけというか。で、かつ蒸れへんから、ピタッとなってないんで、それもええかなとか思っとって。で、軽量なんですよ、すごい。でね、あとね、このさっきのレインスカートなんですけど、ちょっとね、いろいろ考えつくもんがあって、これまたええかなと思って、またご紹介しようかなとは思ってるんですよ、ギアに関しては。あとテントですね。テントは今回だから、ヘリテージのクロスオーバードームの一番、軽いやつ、540g の一人用のやつなんですけど、やっぱりあれ寒いですね。で、前よりか寒かったんですよ。なんか、同じマイナス2度でも。で、いろいろ分かったことがあって、これもね、また、今度そのテントを、まあ、魔改造って言ったらおかしいけど、テントで、またいろいろ付け足したりとかして、で、結構ね、いいような感じにできると思うんですよ。僕めちゃくちゃ分かったんで、遭難して、あ、こうした方がええかなとか思って、またこれもまた皆さんにぜひ見ていただきたいなと思って、また、動画作りました。まだ作ってないんで、そんな感じですね。だからギアもいろいろと考えるものが出てきましたわ。で、あと靴下ね。靴下も、絶対雪山、崩したら絶対替えを持っていってください。重たくなるかもわかんないですけど、僕今回省いてしまったんで、重たくなるからって。で、そんな、濡れへんやろ思ったら、もう、こんな最悪な状態やから、だからまあ、店に行ったからと思うんですけど、通常のその、名城型ケコースやったら全然大丈夫やったと思うんですけど、もう店がもう地獄やったんで、ほんまに。で、キャンプを、だから狼平もしくは未線で張ろうと思ったんだけど、こんなところで張れませんからね。雪山で。いや、だけど、春とかやったら全然大丈夫と思うんですけど、春じゃない、夏とか、雪が溶けてるような状態でしたら、もう最悪でしたわ。とりあえず雪があるとこは、ここはもう、やめといた方がいいです。キャンプ、テント泊も、なんか、このね、ここくらい、僕ここら辺でやってしまったんで、もう変な細い道で、崖のとこでやってしまったんで、ここくらいがちょっと開けてたんかな。どう言ったらいいんですかね。別れで分岐点。ここは結構開けとったんで、ここら辺が一番良かったんちゃうかな。風もそんな、なかったんで、ここがね、もう盛り上がってもうダメで、避難小屋なんか入られん、あんな。なんか、屋根のあそこしか見えてなかったですよ。上の三角しか。こんなもん入れるかとか思いながら。そんな感じです。だからあれなんですよね。だから、ほったらかしなんですよ。全部。で、みんなね、トレースがこっち側にずっと行っとったから、あれなんですよ。こっち側は道ちゃんとできてない。こっち側もほとんどできなかった。地獄でした。そんな感じですかね。で、ギアもね、だから、ゲーターは必ず必要で、で、靴下ね。で、あと、カイロと、んで、マット系ね。マット系と、んで、テントもほんまやったらダブルウォールがいいんですけど、ここも難しいですよね、ほんまに。僕も分かってるんですよ、ダブルウォールがええって。でも、なかなかね、重たいんで、2倍になってくるからね、そのシングルボールの。だからなかなか難しいですよ。でも、まあ、やるとしたらそこら辺ですよね。もうだから体力つけるかですよね、そういうふうに。そんなぐらいかな。うん。あとなんかギアでなんかあるかな。おすすめな雪山で。あとね、これも失敗してるんですよ。下のズボン、パンツ。
僕、ソフトシェルで行ってしまったんですよ。で、レインスカートで行ったんで、レインスカートである程度カバーできるかな思ったら大間違いで、もうびちょ濡れで、だからそれも凍傷、凍傷の原因ですよね、多分。うん。だからそんな感じで、ちゃんとしたズボンもハードシェルで行った方がいいと思います。で、カイロやろう、カイロも言ったし、で、ちゃんとした寝袋ですね。ちょっと今回僕、薄い寝袋で行ったんで、それでもちょっと寝られへんかったっていうのもあるんですよ。んで、寝袋のカバーですね。カバーも、持ってった方がいいと思いますわ。そんな感じかな。あと、ペグですよね。通常のペグは打ちにくいです、雪山。雪山用のペグ用意した方がええと思いますわ。まあ、僕はあれ、シングルウォールの自立型なので、そんな、あんまりいらなかったんですけど、でも、一応ね、僕いつもシングルボールの上に、シートを乗せるんですよ。だから、寒さ対策というか、それで難儀したんで、テントロープがあんまり張れなかったんで、ちゃんと。そんな感じですね。ペグもだから、ちょっと太いやつを用意した方がいいと思います。僕の経験上、遭難して思ったことです。あとね、いろいろあります。まだあります、あります。で、今回遭難して、すごいよく分かって、まあそのギアとかも一応こういうのがいいですよみたいな感じで紹介していきたいんですけど、とりあえずまずね、GPS ですね。まあ今はもう当たり前なんかも分かんないんですけど、やっぱしそのヤマップさんとか、まあヤマレコさんとかのGPS ですね。あれはとりあえず必須ですね。ただね、GPS、気をつけないといけないのが、めちゃくちゃ消耗早いんですよ。で、特に僕、iPhone X10 なんですけど、ちょっと古いんですね。だから余計にへたりが早いんですわ。だからそこら辺気をつけないと、だから、1泊2日やったら、もう完璧にバッテリー必須になってくると思いますわ。まあ、それかテントを張って、そこで、スマホを一回電源切ってみたいな形でやっていった方がいいと思います。で、そうですね。で、あとね、バッテリーに関しては、まあ、1泊2日で、大体皆さん1万ミリアンペアとか推奨してるんですけど、もし遭難したことを考えるんでしたら、できれば2アンペア、2万ミリアンペアが必要になってくると思います。遭難を考えるとね、ただね、これもなかなか難しい問題で、1万ミリアンペアのバッテリーと2万ミリアンペアのバッテリーって結構重さ変わってくるんですよ。だからそこら辺もちょっと難しいんですけど、まあできれば、まあ2万ミリアンペア、まあ1万5000ですね。僕、この前遭難した時は1万8500ミリアンペアアワーでも足れへんかったから、だからそんな感じで、まあできれば2万ミリアンペアがいいかなっていう感じですね。で、あと、まあ GPX じゃあ、それはあれや、地図のダウンロードね、データ、そうじゃなしに、GPS の、で、もう一つが、やっぱりね、できれば地図持っていった方がいいと思います。で、地図紙の地図ね、紙の地図を持っていった方がいいと思います。まあもう、
何回も見えますけど、電源切れて地図見れなくなりますんで、だからそういう時に地図があったら、もしその地図にどう言ったらいいんですかね、ちゃんとその登山ルートを書いてて、こここの分岐点とかがあって、こっち側にちゃんと書いてたら、ルートを書いてたら、まず間違えることないじゃないですか。その分岐点どっちやるねんみたいな感じになって。だからそこら辺はやっぱり地図が必要なんかなと。で、地図読みの力もやっぱし勉強しやんと、もう僕書いてからもう速攻で地図読み勉強しました。なんならもじゃまるさんの動画見て勉強させてもらいたら、もじゃまるさんめっちゃ分かりやすかったので、この、スントのこの地図読みのコンパスも買いました。なんかね、これが一番いいんですよ。これがね、大きいんですよ。みんなちっちゃいんですよ、この虫眼鏡が。だから僕、老眼なんで、これちょっとでっかい方がいいかなと思って。だから、地図ですね。地図関連を強くすることになります。で、できれば、アンナとかもありませんか、時計型の、GPS のやつとかも、あれやったら標高とか分かるんで、標高から地図の位置とかもある程度割り出せるんで、そこら辺もいいかなと思います。ガスバーナー火つけるとき、これね、ソトさんの結構有名なやつ、みんな紹介してるでしょ。これね、結局ガスやから、ガスってあれじゃないですか、冷たくなったらなかなか扱いにくいでしょ。だから標高高くなっていくとこれ自体がつかなくなったりとかするんですよ。だからこれちょっとね微妙なんで、一番良かったんがこれあれ電気のやつ、これこうかわかります？これで速攻でつきましたわ。で、これもでも充電しないといけないんですけど、ではそれが心配なら、あれありませんか、キャンプとかで使ってるミラクル棒。あれファイヤーなんちゃらかんちゃらやったと思うんですけど、ど忘れした。あれ、シュッてやったら、火花散るやつね。あれ100均とかで売ってるんで、あれ予備として持っといた方がいいと思いますわ。あれやったらなんか結構作るって言うとったんで、そんな感じですね。まず火関係で、あとはこのカバーね、雪山の時はカバーはもう必須ですわ。このままやったら多分なかなかつきにくいんちゃうかなと思って、で僕のやり方はここにちょっと温めるのもちょっと怖いんですけどね、だからちょっとの間しかやらないんですけど、回路をここに入れてでつけてました。そんな感じです。回路をそこに入れて、であとペグがね、これもうどう言ったらいいんですかね、雪山じゃダメですわ。これ全然もう引っかからない。でこれで多少引っかかるかなみたいな感じです。だから整地したらよかったんですよね。こうグッてやって、でもそれでもこれはちょっと難しいですわ。こっち側が多少ですけど、引っかかります。ただやっぱり緩んできますね、風で。でこれはだから結局こういうちゃんとしたペグ、これ雪山用のペグなんですけど、これもうそこで購入しました。でもね、これ購入したんですけど、ちょっと重すぎるんですよね。これもちょっと考えないといけないですね。
これもなんか代用できるようなもんもあるような気するんで、それかこれをちょっと利用して、もうちょっと利用してするかみたいな感じですね。そんな感じです。ちょっとペグは結構問題発生してますわ。で、あとね、ちょっとモンベルさんにはちょっと申し訳ないんですけど、これね、めちゃくちゃ染みます。もう速攻で濡れてもうて、多分ね、一回洗濯したからかもわかんないです。でもね、一応ね、洗濯は、あれ、防水用の洗濯でやったんですよ、洗剤で。でもやっぱしなんかすっごい染みてきました。これちょっとね、微妙でしたわ。逆にあれが良かったですけどね、ゴム手袋っていうか、ちょっと待ってくださいね。これ、ニトリスト。これ結構優秀でした。まあ、最後結局、破れてしまったんですよね。だからそこら辺ちょっと問題ですけど、まあ僕すごい今回激しかったんで、そんな感じです。あとは、こんなぐらいかな。あとね、こっからが重要です。遭難してめちゃくちゃ役に立ったもの。まず第一に、これね、これもう絶対に持っといてください。もう簡単な登山でも、絶対に持っといてほしいです、これ。もう人間で水なかったらもう終わりですから、とりあえず。で、あと、そうそう、なんかね、地図読みで、地図を初めに確認するときに、行く前に確認するときに、やっぱし川とか、あと水源ですね、水源がある水道とか、用意してもらってるところとかをちゃんとチェックしといた方がええという感じですね。なんか僕もいろいろ調べて分かりました。で、今回川があったから結構ね、生きながらえたんですよ。で、これで結構助かりました。これでペットボトルさして、これペットボトルいけるんで、もうちょっと、宗谷でしたっけ、もうちょっとちっちゃいやつあるんで、それでいいと思いますわ。で、大体はペットボトルの規格やったら、何でも、あれ、100均のなんかペラペラのやつも確かいけたと思うんで、そんなんでもいけます。んで、もう一つが、キャリーザさん。だから今回、もう、夜が寒くて動いといた方がええと判断して、ナイトハイクしたんですけど、もうこれが大活躍。だから結局、これ太陽光、太陽パネルがここにあるんで、一泊して、で、また、リュックとかに、こう、太陽に向けながら、ぶら下げとくんですよ。また、ある程度復活する。結構ね、思ったよりか、結構、一番もう怖かったんで、これがもう最終だったんで、一番低いやつにして、一番暗いやつでやって、結構光ってましたよ。多分、3時間ぐらいもっとかな。結構光ってました。もうこれ大活躍。でもヘッドライトも電気切れてもうて、でどうしようとか思って、でスマホももう使いたくないでしょ。でこれがかなり役に立ちました。もうちょっとヘッドライトの電気が結構ね早めになくなったんで、ちょっとヘッドライトも考えないといけないんですけど、多分ね明るくしすぎたと思います。とりあえず光系は遭難のためにある程度暗めで使った方がいいと思います。速攻でなくなりました、ヘッドライト。んでこれがもう大活躍で、僕ポール持ってるんですけど、ここにねあれがあるんで、
ポール持ってこうやって下山していったんで、これはもう大活躍で、アイゼンですよ。アイゼンがもう安いやつ6000円ぐらいのやつ買ったんですよ。で、やっぱしええやつ買った方がいいかもわかんないです。なんか結構脱げたんですよ。だからそこら辺も気をつけてやってもらったらいいと思います。とりあえずこれですよ。これとこれが大活躍。ナイトハイクね。夜動けへんのやったらもう別にそんなライトいらないかもわかんないですけど、僕夜動いたんでサブってそんな感じですね。でやっぱしここも難しいんですけどね、テントをだからお金かけないといけないのがテント系と、シュラフでエアマット系ですねはもうその3つだけお金かけた方がいいと思います。もう中国製のやつとかいろいろ僕ももういろいろ試したんですよ。全然温まらないんですよね、寝袋とかも。であとテントですね。テントがなかなか難しいんですよ。テントが難しくて、もちろんね寒いとこ行くんやったらダブルウォールがいいですよ。でもねダブルウォールもう大体ね 1.5 キロから2キロぐらいになってくるんですよ。めちゃくちゃ重たいんですね。でなんかテントでなんかシェルター使ったんですけど、なんかあんまり良くないで、そんなん分かってるんですよね。でも結局だから僕みたいに体ちっちゃい人間とかどうしてもウルトラライトを選択してしまうんですね。だからそういう人って多分体に恵まれてる方とは思うんですけど、だからなかなか難しいんですよ、テント選びは。もちろんダブルウォールがいいんですけど重たくなるし、シングルウォールになるけはめちゃくちゃ軽いんやけど性能的に寒いんやったらもダブルウォールよりも寒いしフォーシーズン対応のねダブルウォール、3シーズン対応のダブルウォールはあんまり寒そうやからやめといた方がいいと思うんですけど、やっぱツエルトやからなかなかねそこら辺が難しいんですよ。テントはちょっと何とも言えないんです。僕はもう基本的にシングルウォールをまた今度ちょっと魔改造というかしてある程度快適に暮らせるような感じでちょっといろいろ動画出していこうかなと思って、いろいろ気づいたんで、そうなんでめちゃくちゃ気づいたんで、そんな感じですね。でマットですね。マットねめちゃくちゃ良かったですよ。あれ全然寒くなかったですよ。エアマット、サウナレストさんのエアマットね、結構ね太いんですよ。これアルチ 4.3 多分これ女性用のやつ使ったんでアルチ5、5.4 か、結構高いんですよ。ただ今度、テントをちょっといろいろ工夫することによってもっと軽いエアマットでもいけるんじゃ、アルチの低いエアマットでもいけそうなので、ちょっとそれもまた検証していこうかなとは思っています。これメガネかけあるじゃないですか。これもねまた微妙なんですよ。かけてるでしょ、メガネとかサングラスとかを。だからね結局サングラスねいつの間にかねどっかに擦れて気づいてるんですよね。だから結局あれがいいです。もうとりあえずこういうやつにしまっといた方がいいです。いらん時はこの首にかけるやつやったら毎回レンズが気づいて終わっちゃうんですよ。僕は激しいんかもわかんないですけど、
これをかぶっていったんですけど、これがね、やっぱしね、この耳がもっと欲しいです。こういちいちこうやってやらんといけへんから。で、たまにこう上に上がっていってちょっと寒いんですよね。だからこんな感じで、もっとね、ちょっとね、耳出てくれとったらありがたいんですけど、またそれも買おうかな。そんな感じですよね。まあ、ネックウォーマーは必須ですね。あとゲイターと。ゲーターは必ずもう雪山やったら持って行った方がいいですわ。今回もう大丈夫やろう思って行ったら大間違いや。そんな感じやかな。ああ、まあ情報源でだから間違えたんですよね。緩やかでみたいな感じで書いとったから、まあゲーターなしでもいけるかな思ったらずっとバーハマって胸までハマりました。そんな感じかな。他なんかある？寝袋はもう絶対にもう高いやつ買っといた方がいいと思います。特に寒がり屋さんは。もう中国製はダメですよ。もう何回ももう失敗します。3回ぐらい失敗してるかな、全部で。寝袋3つ買って全部あかん。寒い。やっぱしモンベルなりナンガなり、カリキュラムチョキュランとかいっぱいありませんか。C2 サミットも出しとったな。C2 サミットもあるし、いっぱいありますよ。とりあえずちょっと名の通ったところの寝袋がいいと思います。嘘ついてないと思うんで、快適温度とか。大体快適温度を目安にして購入された方がいいかなとは思うんですけど、そんな感じかな。皆さんも僕みたいに遭難して凍傷して足の指腐りかけて腐った死体にならないようにお気をつけください。以上、ドローン空撮旅ビドロットギでした。グッド及びチャンネル登録よろしくお願いします。まだこんな動画もいろいろ視聴者さんに利益のある、ためになるような動画を上げていきたいと思いますので、ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ドローン空撮旅人は観光旅行の絶景のドローン空撮、キャンプや登山の癒しの風景やギア、道具などの動画を上げていきますので、よければグッドおよびチャンネル登録、予備輪登録よろしくお願いいたします。